遠野市からです。遠野高校2年菊池苗さんのスピーチです。皆さんは何をもって復興が完了したと言えますか？建物がたくさん建つことでしょうか？元の町を再現することでしょうか？心のトラウマが癒されることでしょうか？ではそれは一体どこまででしょうか？復興に絶対的な方などはないと私は思います。岩手県立遠野高校に通う私は2年生になった今年の春、担任の先生からドイツに興味ってある？と聞かれ、遠野真心ネットさんから日独高校生交流プロジェクトという話が来ています。ベルリンの壁から東日本大震災復興の形を学んできてくださいと言われました。私は最初ベルリンの壁と復興の2つのワードが全く結びつきませんでした。しかしドイツ自体というより海外に興味があったため、私はドイツに行くことを決めました。集まった県内6名の高校生でドイツに行く前に、復興って具体的に何をしたらいいの？ということを話し合いました。ドイツの高校生に伝えるためです。しかし集まった高校生が6人とも内陸出身であったため、具体的な姿を想像することができませんでした。そこでこのプロジェクトに昨年参加した高校生に実際に話を聞くことになりました。一体何を伝えに行くの？何をしに行きたいの？実際に被災されている方のお話は、自分たちがいかに無知で無関心であったかがよくわかりました。もう一度見つめ直さなくてはいけないと私たちは思い、それぞれの復興像を持ち寄りました。意見は10人十色。地域内の小規模な絆を強くするべきという大きな像にはまとめられたのですが、では具体的にはと聞かれると、それぞれの考えがありました。あれもしよう、これもしようと言われると、ではどれをすればいいのかと考えます。私は違和感がありました。復興の絶対的な定義を探し求めていたのです。そんな思いを抱え、私たちはドイツに向かいました。ベルリンには暗い過去を風化させないためのモニュメントがたくさんありました。その中で私たちはベルリンの壁についての説明を受けました。第二次世界大戦で敗戦したドイツは東側をソ連に、西側をアメリカ、フランス、イギリスにそれぞれ占領されてしまいます。しかもソ連は社会主義、アメリカ、フランス、イギリスは資本主義と、同じ国であるのに全く異なる政治が行われてしまいました。社会主義の東ドイツは西ドイツに比べ自由が少なかったため、ほとんどの人が西ドイツに亡命を考えました。それを食い止めるために東ドイツ政府は1961年8月13日、壁を建設したのでした。高く高くそびえる壁はまるで津波のように突如として現れ、彼らの自由を奪ったのです。彼らはその時何を思ったでしょうか。西の人たちは東から逃れてくる人を助けようとした。教科書にも書いていなかったその事実に私たちはとても驚きました。助けているところを見つかったら罪を問われるかもしれない。危険を顧みず彼らはそうしたのでした。
そして1989年11月10日壁崩壊の時、一緒になって喜んだのです。統一後、経済は一時期落ち込みますが、元西ドイツは元東ドイツを助けながら今日の経済大国へと成長していきました。思い合うその気持ちは東北の被災地を支援する姿とよく似ていると思いました。そうだ、これが私がドイツに来た理由だ。困っている人を助けたい。その心は全く違う地域でも変わらないのだと思いました。私の思う復興像はまさにこれなのです。共に歩み、助け合い、進んでいこうとするその姿勢。一人の力は弱くても、集まれば大きな力を生みます。壁を壊した時の彼らのように、同じ目標に向かう集団の力というのは、大きなことをも成し遂げられるのです。私の意見はこうですが、きっと皆さんいろんな考えをお持ちだと思います。それで良いのです。あなたが被災地を思い考えた復興像なのですから、他から干渉されることがあってはならないのです。復興に絶対的な型などはない。最初に私はこう言いました。それぞれに思う復興像を叶えたとき、その時こそが復興したと言えるのではないでしょうか。さて、このスピーチを聞いている若い皆さん、復興を遂げるためには皆さんのような若い力が必要です。皆さんは自分の復興像を持っていますか？それを叶えるためのアクションを起こしていますか？私は今回のきっかけを通して自分がいかに無知であったかを知ることができました。もっと知ってください。もっと興味を持ってください。それが復興への大きな一歩となります。さあ、あなたは復興の二文字にどんな未来を思い描きますか？ご清聴ありがとうございました。